こんにちは、小木曽です。絵描きをしております。今日はプロの画家がイラストを描いてみたらという動画、まさに、YouTuber っぽくやってみようかなと思います。なんでこんなことを作るかというと、そもそもイラストレーターっていうのはどういう仕事なんですか？なんか挿絵とかですか？本の想定ですか？ちょっとネットで調べてもやっぱりそこの定義がものすごい曖昧なんですけど、長いこと先生やってると学生の何になりたいのっていうのでめちゃくちゃイラストレーターって多いんですよ。で、私のゼミに来る子もイラストレーターになりたいって言うんですけど、教えれないんですよね。でもう今日はもう本当に若い人ぜひ教えてください。人気のイラストレーター、こんな人すごいですよ、かっこいいですよっていうのがいたら教えてください。今日は私なりにイラストを描いたんですが、すごいことになったっていうのは、ある意味すごいことになったということなんですけども、起こしてしまいました。ちょっと動画をぜひご覧ください。最後までよろしくお願いします。それでは解説をしていきたいと思います。イラストレーターということなんですけども、これね、まずちょっとストップウォッチを押すの忘れてましたんで、53分ぐらいで書きました。7分ぐらいオーバーしていたんですけども、ちょっと7分短くですね、ストップウォッチを押してから。で、イラストレーターというのは、情報やウィキペディア参照です。概念の視覚化、図解、娯楽化など、何らかのコミュニケーションを主目的としたイラストを描くことを生業としている人のこと。挿絵、表紙絵、絵本、広告、パッケージ、ポスターなどを主な活動範囲とする。日本のポップカルチャーにおいては絵師と呼ぶこともあると。絵師って呼ぶんですね。もうちょっとその辺がもう全く分かっていないですね。画家とイラストレーターということは、イラストレーションの定義と同様、イラストレーターの定義にも曖昧さが残る。やっぱりそうなんですね。画家が自らの創作意欲に基づいて、独自の色合いや筆使いで絵画を描き、絵画を販売する職業であるのに対して、イラストレーターは商業的な用途などを鉛筆で下書きをしております。目的となる事物やスケジュールを指定されて、図絵を描き始める職業である点が異なる。目的がそのあるということで、デザインという分野の絵を描くことというふうになるのかなと思いますよね。専業イラストレーターも多い一方、ポスターや商業デザインの分野では今筆ペンで描いていっております。私なりに、イラストというか、ほぼ漫画に近いんですけどね。もう私たち世代はやっぱりですね、北斗の拳とアキラ、完全にそのイメージが残ってしまっているというひどいものですよね。やっぱね、どうしてもどこかにイメージが残るという。2分経過いたしました。線を入れ出しております。これが分かりやすいですね。ミュシャアルフォンス・ミュシャという人がいますけども、その仕事のどの部分を捉えるかにより、画家ともグラフィックデザイナーともイラストレーターとも呼ぶということで、ミュシャのことかと。例えば私なんかも、想定がですね、ちょっと待てという場面をこれ書こうとしたんですけど、それがですね、えらいことになってしまったという絵なんですけども、ということなんですって。だから、漫画家、キャラクターデザイナー、絵本作家、挿絵画家、工業デザイナー、ウェブデザイナーなどとの明確な区分は難しい。だからそういう学生が多いんですね。なんとなく曖昧に言うんですよね。だからなんやと。待てということを言っているような少年に近い感じにして少女を描こうと思ったんですけど無理でしたね。やっぱね、おじさんはやっぱり絵が難しい。なんか軽くはなんとなくいろいろ見たんですけど、女の子描くときは鼻ちっちゃく描いてんねんなとかね、顎ちっちゃくすんねやなっていうぐらいの、情報ぐらいで書き出してますので、何も見ずに適当に描いているという。そしてなんか周りの状況というのはどう見ても北斗の拳のイメージかアキラのイメージが色濃く残っている廃墟みたいなのになってしまいますね。もう難しいですね。ちょっと本当にこのイラストレーターさんすごいですよっていうのをね、ぜひ皆さんからねリクエストというか教えてください。おじさんに。おじさんもね仕事をしていてね、もう困るんですね。本当になんか絵を描き続けれたらいいという子たちがめっちゃ多いんですよ。で、親御さんもそれ結構大学とかね専門学校行かす際に悩むとこじゃないですか。
私もだから、だから本当に基礎的な力身につけといたら、私、最低限これぐらいは書けるよと、正直1時間もかかってないです。もう最後もう打算的に書いていたので、30分、40分ぐらいで十分いけたかなという気はするんですけども、ね、教育においては、欧米の美術大学ではイラストレーション専門の学科が開設されていることもあるが、日本国内にイラストレーション科を持つ美術大学は存在しないんですか。ウィキペディア参照ですよ。デザイン学科の中にコースが設けられているということですね。だからなんか絵を続けていきたいなっていう時にイラストを描きたいということを言うのかと思いました。なんかわからないですけど、大学に来てその目標とか目的が変わる4年間あるとですね、実はすごい多いです。私それは全然いいと思ってるんですね。なんか途中で今これ若い人見ていたら、もう明確に早めに夢持って決めろって言いますけど、僕持つことはすごいいいと思いますし、やっぱ持った方がいいと思うんですけど、変わることも大事だと思うんですよね。なんかで学生に言ってるんですけど、プロセスが大事だっていうのをよく言うんですけども、じゃあそれになるためにどういう努力をしようかなっていうことがやっぱ大事じゃないですか。でそれで例えば私はこれボールペンを使っております。実力ないなと思ったら途中で見引きはいいだけの話なんですけども、そこまで一生懸命やってないと案外ダラダラいくんですね。これめちゃくちゃ面白いもんで、私学生教えてても3年生の夏まで必死のパッチこいてやりって好きなことあるんやったらやりたいというよりはもうやれって言います。でもなんかやりたいと延々と言ってる子というのは、その後もなんとなくやりたいがそのまま続いてしまって、就活の時期とかになってもダラダラしてるんですよ。本当にその美大生がなかなか就職できないっていう原因要因というのはそこなんですよ。僕からするともちろんいくつかあるんですよ。コミュニケーション能力が若干乏しいとかね、自分は好きなことをやるんだとか言いながらもね、案外やってないんですよ。僕から見るとね、僕なんかもう本当死に物狂いでやってきたと思ってますもんね。だから美大とかでイラストとか漫画とかアニメとか描きたいと言ってる親御さん、ぜひ応援してあげたらいいと思うんですけども、もう人の3倍やれって言いまくってあげてください。それがようやくね仕事になって、私なんかもう絵描きとしてやってますけど、イラストレーターみたいなことをもうやるっちゃやりますもんね。なんかね、昔やっぱ挿絵じゃないけども、なんか本のなんか書いたことあるなとふと思い出しました。何の本かも忘れましたけどね。やっぱそれ力がある、自分で言うのなんですけども、あったらそういう話も来ますしね。なんかだからイラストレーターになりたいっていうよりは、なんか基礎的なことを学ぶときはしっかり基礎的な物事を学んだりとかですね。あとやっぱ学問をちゃんと、これね、アクリルの薄く黒をジェスを薄く溶いてみまして書きましたね。もうだから書く力があれば最低ちょっと待ってって言ってるんですけど、これどう見ても胸触ってるように見えるんですよね。えらいことにというところはそこです。待てって言うてるところを書こう思ったら、なんか胸触ってるように見えてしまったというね、セクシャルハラスメントでございますよね。すみません。こういうのもやっぱりプランニングをしっかり立てるということを初めにやっぱり、なんとなくイラストって後ろ髪ピュンと跳ねてる人多くないですか。なんか僕そんなイメージだったから適当に、ピュンと跳ねさせておきました。これ影描いたらよりもなんか胸触ってみたいになってしまって、もう完全にこれあかんなと思ったんですけど、えらいことになりました。なんかその辺ですよね。だからイラストレーターになりたいって言うてるけど、やっぱり基礎的な力つけないといかんやろなっていうふうに思いますもんね。でなんか商業的な目的を持ってうんぬんかんぬんっていうことを書いてあるということは、依頼をされて仕事を受けて、それでやるということやから、イラストレーターっていうのは多分基本的には自分の画を全て通せるわけではないような気がするんですね。私もポスターのデザインや原画とか書いたこともありますけども、やっぱ100ゼロじゃないですもんね。自分の好き勝手やるだけじゃなくて、やっぱこういうのどうですか、こういうのああいうのどうですかっていう一応提案とかもしますもんね。そうするとこの図案でだいたいこんな感じでっていうことが出てきたりしますもんね。だからその辺っていうのはやっぱり基本的な部分っていうのをこうやってね、初めにプランニングをもう少ししっかり立ててないと胸をタッチしているような絵になってしまったという情けない話ですね。本当にぜひね、僕教えてほしい。そしてこんな画材、もうコピック買おうかな思ってますもんね。コピックってありますよね。僕よう知らんんですけど、使ったこともないですけども、
である程度基礎的なことができたら多分人間の形どうなんやこうなんやとかですね、そういうのとかそれに伴って洋服にどういうシワがつくんやこうなんやとかっていうのが分かるんちゃうかなと思うんですよね。だからあとはやっぱり最近多いんでしょ、ゲームクリエイターになりたい。また曖昧な言葉出てきましたね。ゲームクリエイターってめちゃくちゃ広いんじゃないですか。多分総監督がおったり脚本家がおったりやっぱ音楽がいたりとかね、そんなんでしょ。だからすごく曖昧な言葉やから、その中でも自分のやりたいこととかのジャンルをよりなんか胸タッチしてるようになってきてね、やばいな、えらいことになってきましたねっていうことを思ってるんですよね。だから学生さんなんかをなんとなく絵描き続けたら、私好きな絵を描き続けれたらいいんですなんて言うてる子いるんですけども、僕からすると好きやったら今も書いてるやろうしね、それでじゃあもっともっと力つけるためにやったら、これボールペンですね、ちょっと回り道をしてでも、特に若い頃回り道した方が僕はいいと思ってるんですよね。回り道というか本当に基礎的な本当にデッサンじゃないですけどとか水彩を使ってみる、アナログな仕事とかもやってみるというかですね。前も言いましたよね。僕なんか昔というか 2,3 年前に、ある漫画家さんのところでアシスタントしている子が個展に来てくれて、でその時にタブレット持ってたから、こんなんで仕事今漫画家ってすんやねって言って、ちょっと書かして言うたらちょっと書いたらある程度書けましたもんね。そしたらその子これも永久保存やとか言ってましたけど、多分書く力あったらそういう新しい画材とかがねあってもできるんやと思うんですよね。だからその辺はなんかね、イラストってこんな感じわかんないですね。漫画ですねこれね。でも漫画とイラストの違いみたいなのないって書いてあったりしますもんね。めちゃくちゃ難しいですよ、教えるのね。なんか画家って言うたらね、大体具象画、抽象画とか現代美術とかなんかくくりがあって、その中からっていうのあるけども、本当に簡単なひょろひょろっとしたなんか図示するためのイラストもあれば、もっとパッケージデザインのなんかもあれば、ね、いろんなものあるでしょ。だからその辺がみんなどういうふうに捉えてんやろうなって。だから多分で絵師っていうやつですか。僕もそれちょっとネットで調べたというかですね、 YouTube にありますもんね。お上手な方たちいっぱいいますもんね。だから全部もちろん動画なんか見れてないですけど、やっぱ基礎的な力持ってはるんやろうなと思いながら見てますよ。面白いですね。添削のやつとかありますね。似てるっていうか、僕なんかあれパクったようになって、パクったのっていいんですけど、面白いなと思いますよ。なんかですねやっぱプロの方書くと、元漫画家のとかああいうの見るとめっちゃ上手になるなとかね、ああいうの思いますもんね。私もそういうパソコンのあれが使えたらそんなやってもいいんですけどね、スマホ1台で勝負しているというところありますので、YouTuber じゃないのでですね、こういうのもイラストも1時間ぐらいでバッと描いてみたらどんな感じかなっていうのをちょっと見せて、このぐらい描けんねんでおじさんぐらいになるというのを見せつけてやろうと思ったら、まさか胸をタッチしてるというような絵になってしまい、最後の最後までそれを解決する術がなく、筆ペンも同時に使いながらどんな画材とかもないんでしょうね。多分色鉛筆使ったり何使ったりなんでしょうね。難しいですよ。誰か教えてくれ。おっさんにも教えてくれ。わからん。絵本作家さんとかもねいますもんね。だからある程度地位になってきたら、なんかやっぱり例えばミュシャなんかは本当に若い頃の油絵とかめっちゃ超絶うまいですもんね。超絶うまいぜっていう感じがあります。そういうのぜひ調べてほしいんですけども、完成形を見てしまういろんなイラストレーターさんの、僕ウィキペディアでイラストレーターって調べたら死ぬほど出てきて、もうね、一人一人見る気ももちろんないので、もうすぐ諦めました。ぜひこの人のが売れてますよ、本とか出されてるみたいですもんね。画集を今イラストレーターは出してるんですとか言うてるんで。でもやっぱりなんかそういう人ってベーシックな力持ってはると思うんですよね。だから今の出来上がってる画像を見るだけじゃいけないというかですね、その人がどういうふうに歩んできたかっていうことを学びつつですね、そうですね、この辺ちょっと瓦礫の中でみたいな、もう完全に北斗の拳とアキラの世界を混ぜ合わせて、この顔はちょっと、動画で、もうすぐ出すかまた出すかいつか出すか分かりませんが、井上達彦先生風になってしまっているというね、もういろんなものが混在します。多分そういうリスペクトっていうのもやっぱり必要やと思いますよね。パクリはいかんけども、
もちろんこれパクってるわけじゃないですよ。何も見てないです。なんとなくゴーグルつけてたりいいんかなっていうね。なんかそんな感じです。女の子バンダナ巻いてたらいいんかなぐらいの感じですね。なんかタンクトップで、なんか手袋つけて、なんかそんな感じかなとか、そんなぐらいのイメージで書き出したらあかんよっていうことの、本当典型的な動画となりました。えらいことにというのは失敗しましたということですよ。ぜひね、こんなん書いてほしいとか、あんなん書いてほしいとかね、水木しげる先生風にとかね、絶対水木しげる先生とか見たらええと思うんですよね。ゲゲゲの鬼太郎を書いてる人ですよね。あと、梅津和夫先生とかね、あの辺とかも見てほしいですよね。完全に私の視聴者は、ね、中高年でございます。だから言ってることは分かる人が多いかなと、若い人は分からないと思います。もう一度言いますよ。ゲゲゲの鬼太郎、水木しげる先生のぜひ漫画、または梅津和夫先生ですね。まことちゃんって僕いじめられましたもん、昔。まことちゃんってね、まことちゃんという漫画あるんです。漂流教室とかね、そういうのとかもぜひ見てほしいなと思います。なんかそれっぽくなってきたんじゃないですか。漫画っぽいですけどね。まあこれぐらいはやっぱり、プロの画家やったら描けると思います。何も見ずに大体こんなもん描けると思いますのでね、そういうところはぜひ、イラストレーターという職業を目指す人、まず基礎的な力を身につけることを私はお勧めしますよ。特に若い人はね、もうその脳みそ柔らかいうちにつけておいた方がいいんですよ。もう脳みそって硬くなるんです。確実に硬くなるじゃないですか。そういうふうに聞くでしょ。若い人はそういうのいいんですよ。高齢の方すみません。脳みそ、脳活ぜひしてください。おじさんみたいにね、何でもやろうとするこのね、バイタリティっていうのかな、もう学生を教える以上はやっぱ責任がありますもんね。学生は大学にお金を払って、あれしてます。だからね、親御さんも結構見てくださってるって言うてます。ね、こんだけやってるんですからさ、小木曽先生やらなきゃって怒っていいですよ。ね、ぜひ怒ってくださいね。ボールペンで書いていってます。もう結局はボールペンと、アクリル絵の具と筆ペンだけで書いていきました。1時間ですね。だからこういう状況設定なんかでもやっぱり情報をしっかり持っているか否かっていうのは大事ですよね。あと何書けばいいんですか？イラストレーターの人教えてください。若い人こんなイラストレーターかっこいいですよとか教えてください。私たち世代はもう鳥山明先生、原哲夫先生、ジャンプ世代ですね。あとあれですね、ジョジョの奇妙な冒険かなんかでモナリザが出てくるんですか、お話で。しょうもないことばっかり言うてるけど、あれコメント欄にしょうもないこと延々とこうみんな書くんですけど、あれって面白いと思ってるんですか？あれで人笑うと思ってるんですか？あれ何のためにあれコメントするんですか？もうちょっとぜひ教えてください。1ミリも面白いと思わないし、なんかこう、クリエイティビティさのかけらもないんですよ。ぜひそのボールペンでサインはですね、入れようかなと。サインは、とこまそぎを小木曽誠の逆にしておきましょう。ぐちぐち言いました。終わります。ご視聴ありがとうございました。ぐちぐち言ってる放送になってしまいました。ぐちぐちじゃないですけど、本当に難しいですよね。もう世の中がこうずっと変わり続けると、それに、こうして対応して仕事をしていくというのが先生の仕事だと思うんですね。だから今後もぜひリクエストというか、これだけはちょっとお待ちしてます。手書きですごいイラストレーター、パソコン使えませんので、ぜひリクエスト待ってます。それでは。チャンネル登録よろしくね。SNS もやっているよ。